飛車ならではですよね。居飛車戦でこう飛車先の歩を突かれて取らないってことはほとんどないんですけれども。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中秀二です。今回はですね、将棋王座指しました対局の解説編をお届けいたします。先手7六歩、3四歩に2六歩、先手の方は居飛車ですね。で、私の方は4四歩と止めて4八銀に4二銀で2五歩とねついてきて、3三銀と上がればね、矢倉の形ですが3三角と上がりました。で6八玉に5四歩、5六歩に、ここでね本局の作戦ですね。4三銀と上がったり6二銀と上がって、こうやってね居飛車にする指し方ももちろんあるところですけれども、本局はここで5二飛車とね、中飛車の構えですね。本局はちょっと中飛車に構えてみました。で、先手、5二八金右と6二玉7八玉と、先手は船囲いですね。で、7二玉と寄りまして、先手9六歩、ここはね、7七角5七銀とかね、持久戦策もあったところなんですけれども、9六歩と振り飛車側のね態度をね問うね一手でしたね。で受ければ美濃囲いという手もあったんですが、玉を寄ってね今回は中飛車プラス穴熊のね、作戦です。で先手の方もね、この9六歩に後手が受けなかったので、穴熊の可能性が比較的高いなって感じなんですね。穴熊の時は端歩を受けない、美濃囲いの時は端歩を受けるっていうのが一般的な指し方なので、ここからどうするか、端をついてね、じっくり駒組みを進めるっていう方もあったんですけれども、ここで相手の方はね、6八銀と上がりまして、対局の時も言ったんですけれども、この銀がね角を移動させて王様深く囲うんではなくて、6八銀と上がると比較的こう急戦の将棋ですよね。素早く動いて指すという狙いがね多いですね。銀上がりますと王様硬くならないのでね、その分、この形でもコンパクトに囲えているのでどんどん攻めてしまおうという狙いがありますね。で6八銀に私は9二香と穴熊を目指します。で、3六歩で9一玉に、これでねこの次の手ですよね。次の手が中飛車ね、後手の中飛車に対して、よく出てくる手なんですけれども、ここはね例えば3七銀と上がって棒銀にして角の頭を狙っていくような手や、5七ねこっちの銀のルートで、4六銀から4五3五歩とね狙っていくルート、あるいはもちろん、銀5三のね5七銀左とね上がって、やはり狙っていくルートいろいろあるんですけれども、本局は5七金とね、これはねちょっと、初めて見る方にはねギョッとする手だと思うんですけれども、中飛車に対してね、5七金でね、上がることで攻める形がね以前、本当もうかなり昔からある指し方なんですよね。で狙いとしてはこの金でやはりこの角の頭を狙っていくんですけれども、金と銀でね、違いがあるんですね。というのも実戦5七金に私4三銀と上がったんですが、で4六金と。ここに金が来る形と、先ほど言った銀がね左の銀が来る形、あるいは右の銀で来る形っていうのは、金と銀で同じような感じに見えるかもしれないんですけれども、大きな違いがありまして、一つねこう4五歩と突く手が、振り飛車側としては、狙い筋であるんですよね。でこう突かれた場合、この銀がここで銀ですとね4五歩と突かれると実はねちょっと困ったことになってまして、角を交換してね同桂で銀を下がるような手はあるんですけれども、同銀と取った時に角を交換して同玉に3三桂と飛ばれると銀がね取られてしまうんですよね。取られてしまうと。でこの時に皆さんお分かりだと思うんですけど、この金ですとこう仮想図ですけど進んだ時に4六金とバックすることができるんですよね。でもこれがもう一番の違いというかね、この5七金戦法の一番の、なんですかね特徴というか、振り飛車側から急戦ね、居飛車が急戦を仕掛けてきた時に振り飛車がこう4五歩と作る形があるんですが、それに対して4六金型ですとね強いよというのがこの作戦の狙いとなります。ですので4五歩にね頼りがちなんですけれども、金が出てくる作戦に対して4五歩にあまり頼りすぎてしまうと相手のね形が生ってきてしまうということで、私は3二飛車とね回りました。8二銀と上がってどんどん穴熊に囲ってよければ一番簡単なんですけど、8二銀に例えば3五歩とか、攻められた時にね
例えば7一金とかやって、こういう指し方もあるんですけどね。これで良ければいいんですけど、例えば仮に一例ですけれども、3四歩、同銀、3八飛車という感じでね、どんどん攻められた時に、果たしてどうかという感じですよね。これで4五歩とついて決戦になって、これも有力な指し方だとは思うんですけどね、これはもう、居飛車の攻めに対して、丁寧に受けるというよりはもうさばき合ってね、穴熊の硬さで押し切っちゃおうという指し方なので、これも一つね、考えられたは考えられましたね。ただこの辺りが非常に手薄なのでね、振り飛車側も不安なところはありますね。実戦の3二飛車っていうのは、さばき合うというよりは穴熊が完成するまではちょっと一回ね、相手の急戦を抑えようという狙いですね。で具体的に言いますと、例えばこれでね、実戦は3二飛車に対して5七銀右だったんですけど、3五歩と仕掛けてきたら4二金という形で例えば受けまして、で例えば3四歩同銀3二8飛車と寄ると、居飛車の形は攻め筋は同じですよね。でこの時に居飛車側が、先ほどは穴熊が完成してたんですけど、今回こちら側を備えているので2二角とこう引いて受ける形があるんですね。で先ほどは繰り返しになっちゃうんですけど、こういう形だったんで飛車を燃えられるともう何ていうんですかね、銀が下がると例えば金出られたりして抑え込まれてしまうので、もうさばき合うしかなかったんですけれども、ここの辺りをねしっかり受けておけば、ここで2二角と引くとね、意外と先手から攻めがね難しいと。この地点3五の地点は飛車銀対飛車金になってますから、仮に居飛車が3五歩と打っても、4三銀と引いておけばこれ以上攻め込まれないですね。で一回ここを止めておいてから、ゆっくり8二銀から7一金って寄ろうっていうのが、3二飛車と回った狙いとなりますね。はい、だから丁寧な指し方というのはそういうことで、穴熊をね完成させたい気持ちはあるんですけれども、先手はね3五歩と、仕掛けてくるのが狙いですので、早めに受けてまずは食い止めようっていう指し方です。で3二飛車に対してね、一回5七銀右と、この手もね、居飛車側としてはやってみたいとこですよね。で8二銀と、上がりまして、ここでね、6六歩とついたんですね。3五歩と攻撃を続行する手もあったと思うんですけどね、先手としてはね。ただ4二金と上がられて、結構これがやはりしっかりしてるんですね。この形、振り飛車させる方ぜひ覚えていただきたいんですけれども、取って同銀でやはりね、先ほどと同じような形になってね、でこの時にね、先ほどちょっと言ってなかったですけど、金が5二ですと、これですとね3三歩と叩く手がね一応あるんですね。これを覚えておきたい手で、同角ですと銀を取られてしまいますし、同飛車ですと4四角と出ると、これ部分的にね、居飛車の攻めが続くと。で4二に金がいますと、そういう攻めがねないんですね。3三歩と打っても同金で取れば何でもないんですよね。これ以上攻めがないということで、ですのでね4二金型非常に硬いんですよね。というね、もちろん3五歩と仕掛けていく手もあったとは思うんですけど、実戦はね6六歩と、これはちょっと3二飛車と回られて備えられたので一気にはいけないので、じっくり駒組みしようかなという手ですね。で6六に対してはもちろん私の方は7一金、これは待望の一手ですね。で8二銀と7一金の2手が入ったので、ここから先はかなりね、強い戦いも歓迎という感じです。で7一金に対して6七銀、そして5二金ですね。4二金と上がる形が硬いよという話をさせていただいたんですけれども、先手の方の角道が止まりましたよね。6六6七銀と止まっているので、先ほどね4二金と上がってこちらを備えるよりは玉側に金を使う方がいいかなということです。もちろん4二金と上がる形もあるんですけどね。はい。相手の形によって、形を変えるというのが振り飛車の戦い方のコツですね。で5二金に対して6八金と。そして6二金寄りから7二金寄りと組む手ももちろん有力なんですが、実戦は6四歩と、居飛車がね6五と歩と伸びてくるとこの角がまた生きてきますので、6四歩でねここ頑張りました。さあそうですね、ここまで進んでみるとどうですかね。ちょっと先手もね別に駒を損してるわけじゃないんですけれども、4六の金がねやはりまだ攻めていくのにちょっと使えてないので、振り飛車としてはまずまずの将棋だと思いますね。これでね何もなければ7四歩から6三金とかやって、7三金とかねじっくり囲っておいて、先手の方はこれ以上駒組みがね硬くなることがないので、ちょっと駒組みの進展性がないということでね、実戦はここで7五歩とね、これはちょっと勝負手のようになってですね、少しこのままでは駒組みが進展しないのでね、上に、厚みを作ろうという手なんですけど、若干ね、危険な意味もありまして、というのも実戦のように6三金と上がって、
まあ反撃されちゃ嫌なのでね、7六銀と上がるんですけど、その時ね7八飛車と、これが7二飛車と、この手がねかなり嫌な手なんですよね。この伸ばしたばかりの歩がね、まあ歩をついてくるだけでしたら同歩同金に歩を打って頑張っとけばね、金対銀なら破られないんですけど、飛車をこちらに転戦されてみるとね、ここの地点に駒を足すのが難しいんですよね。まあ9七角と頑張る手はあったかなと思うんですけど、この角もねちょっと不安定、例えば9四歩と突かれても不安定なんでね、まあただ9七角と上がって9四歩に8六角とか、まあせっかくこのくらい取ったんでね、まあこうやって頑張っておいた方が良かったかもしれないですけどね、ただちょっと危ない格好でありますね、角の利きも通ってるんでね。まあ実戦はこれで7二飛車に対して6九玉と引いたんですけど、これですとねちょっと辛いですよね。このくらいを取ったのに、まあ本譜7四歩同歩同金と、進んでみますとね、まあやぶヘビとまではいかないですけど逆襲されてしまってね、かえって不安定になってしまったのでね、まあここからはね振り飛車側のペースですよね。まあ繰り返しになりますけども、穴熊が完成してしまえば先手に比べて、後手の穴熊の方が硬いので、もう戦いに何さえすればいいわけですよね。といったわけでこう飛車を回って7筋の逆襲ができたっていうのは後手からしたらね、まあかなり渡りに船というかね、まあ非常にこうやってねこう手の流れがいいわけですよね。でまあ実戦7四金に6七銀で引いたんですけどね、まあこれちょっと辛いですよね。まあこれなら伸ばさない方が良かったかなという感じはありますね。でまあただ私の方も模様がいいとはいえね、ここからどうやって攻めていくのか、まあ7五金とどんどん突き進んでね、ここだけでうまくいけばいいんですけれども、まあやはりね駒をやはりいろいろ駒を使わないとね将棋は難しいので、4二角とね、やはりこの角と銀がちょっと遊びがちなので角を引いてこの辺りの駒をねほぐしに行きます。まあ、次にねこれ4五歩と突く手がありまして、まあ金なんでね同金で歩打たれても戻れるんですけど、桂馬取られちゃうといくら金でもね下がった時にここで手に入れた歩で死んじゃうんですよね、歩打たれてね。なのでこう角引きが、まあ、ただ角を動かしただけじゃなくて実は金取りと同じなんですよね。で金取りを防がないといけないんですけど、結構この4五歩防ぐの難しいので先手の方は3五歩と、まあ、突いたんですけど、まあねやはりこの王様不安定で本当は局面を落ち着かせたいんですが金が取られそうなのでやむを得なく動いてるって感じなので、まあこの辺りはちょっと先手が辛いですかね。まあここは3三桂とかね桂馬を使っとく手もありましたね。これでもう4五桂とピョーンと飛んでね、まあこれでも十分でした。実際は6五歩とねこちらに行きました。で、3四歩に同銀と。まあね角を引いたことでこの辺りがほぐれてね銀がさばけそうな雰囲気になったのねお分かりいただけるかなと。で先手は6五歩と。さあこの6五歩でねまあ同金と実際取ったんですけど、4四角とね飛び出る手がまあ振り飛車側を持ってると不安になるんですが、4四角にはね3三角ともうちょっと大雑把ですけどさばいてしまってね、角成には香を取る手の方が大きいですから、まあ同角成、まあこれ実際の時言ってたんですけどね、同桂でまあ6三角とかね反撃はあるんですけれども、まあ、7三飛車といて5四角成に例えば6六歩と。まあどうですかね、まあこれが実際の時は頭の中でね符号で言ってたのはこの手順で、まあここで清算すると最後3九角という手があるのでね、まあおそらく6五馬と取るしかなくて6七歩成同金と進んでね、まあさあこれがどうかなんですけど、まあここで振り飛車の番なんでね、例えば4五桂とか飛んで、まあこれも振り飛車がまあ優勢でしょうね。王様が硬いので、まあ馬も厚いんですけどね、王様不安定、まあ4九角のようなまあ手もありますしね、まあこれも穴熊ペースだと思います。実戦はねやはりこう角が飛び出るとまあ相手方もね非常に強い方で角を飛び出たいんだけど飛び出るとこうぶつけてこられそうだなっていうのを察知されたんだと思うんですよね。ここでね察知されたということで、ここで2四歩と、こちらの方をね一回入れたんですね。まあ、これ同歩でしたら、まあ、今度は飛び出たりした時も随分違うんですよね。最後角交換になった後にまあ飛車がねまあ走る手が残るので、まあもちろん後手からすると同歩と取っておく手はあるんですけど、まあ穴熊はこちら側でね遠いんでも2四歩は手抜きでね4五歩と
つきました。まあこれが振り飛車ならではですよね。居飛車戦でこう飛車先の歩を突かれて取らないってことはほとんどないんですけれども、振り飛車の場合は王様がね、かなり遠くにいるので、この歩を手抜いてね指すということができるんですね。まあ破っても金取る方が大きいですし、香車を取ってもやはり金取る方が大きいので、先手は3六金と我慢したんですが、まあここで角先飛び取る手もありましたけどね、3五歩と打ちまして、で、3七金に5五歩と。そうですね。まあこれはちょっと振り飛車の手が止まらなくなってきましたかね。まあここの辺りが傷がね、もう歩を打っても前に飛び込んでこられちゃうんでね、まあ実戦は、2三歩成と、まあ開き直ったというかね、まあこの歩ついたからにはならないとという感じなんですけど、まあ6四角がね、気持ちのいいさばきですよね。まあこちら側が空振りして、角がね、角と金が急所になってますから、例えば、3二とのような手ですと、3六と突く手が厳しい手で、まあ死桂を取ってくれれば金を取ればね、この桂馬と大事な金の交換っていう感情ですし、まあ、同金でしたらね、5六歩が決まりますね、ぴったり、飛車取り銀取りでね。ということで対処のしようが難しいということで、実戦はね、一回5五歩と取りまして、で、同金に2四飛車とね、ただこの2四飛車は最善の一手だと思うんですよね。飛車のね、角の睨みを嫌いつつね、銀取りと。ただしね、まあ実戦はここで5六と、まあ、打ったところでね、相手の方のね、投了となりました。ちょっとね、早い投了でちょっと私も驚いたんですけれども、まあ5六歩と打たれてね、まあ簡単に説明するとね、5六歩に対して、まあ銀を取るのはね、まあ5七歩成と取られて、同金に5六歩と打たれると、これはね、もう攻めてる場所が違いすぎるんでね、まあそういうことは銀持ってますから、で、同銀、同金、同金です。最後6七銀打たれちゃいますしね、これは崩壊しちゃいます。まあ最善の頑張りは、5六歩に対して、同銀左とね、取るのがまあ一番粘ると思うんですけど、まあこれに対しても同金とね、あっさり取って、同銀。でこの時にね、まあいろいろな手があるんですけど、例えば一度ありますね、5七銀みたいな手もありますかね。ここに放り込んでね、捨てます。まあこれも銀を取れば金を取って金打つ手がありますから、まあ同金と、まあ取るぐらいなんですけれども、そこで3七角成と、まあ穴熊らしいね、気持ちのいい攻めなんですけど、バッサリいきまして、まあ同桂に7八金と、ね、王手金取りですね。でまあ5八玉、8八金と。さあどうですかね、こうやって進めると、まあここまでいけば結構分かりやすくなってきましたかね。次飛車成りがもう厳しいですからね、まあ何か仮に歩をまあ頑張って受けても、まあ、桂を取る手もありますし、例えば3六歩とかね、こちら側をついていっても、もう穴熊硬すぎますからね、確かにちょっと早い投了ではあるんですが、まあ少しね、やはり攻防ともにこの穴熊が硬すぎるということでね、相手の方の投了となりました。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、将棋王座指しました大学の解説編をお届けいたしました。まあ、戦型がですね、中飛車穴熊ということでね、まあ、あまりこの将棋王座村チャンネル内でね、私が中飛車穴熊を指すのは多分かなり少ないと思うんですけれども、まあ、今回はね、その中飛車穴熊に相手の方が急戦を仕掛けてきたということで、まあ、特にね、皆様にご注目いただきたいのは、まあ、中盤のね、相手の急戦が来た時のね、対応ですよね。お伝えしたように、王様をどんどん囲ってしまってね、まあ、攻めてこられたのに対してもカウンターしちゃうっていうね、指し方もね、有力なのでね、まあ、どちらの指し方もぜひぜひね、参考にしていただいて、使い分けていただければなと思っております。この動画が良かったら、グッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。